今日はこちらの青つづらふじの植え替えをします。ね、こんなに太い青つづらふじって、買おうと思えば高いですし、あんまりないと思うんですけれども、青つづらふじは寝伏せができますので、この中にですね、いい根っこがたくさんあると思うんですよね。ちょっとそれを楽しみにしています。この発達したこの幹に見える部分は根っこなんですよね。で成長期、このつるがいっぱい伸びて、長く伸びて、葉っぱもつくと、やっぱ結構な重さになりますので、それを支えるために、こう、つるものは根っこが発達しやすくて、盆栽にするときには、この根を幹に利用して作るという感じになるのかなと思います。特に夏以降に伸びるやつなんかは、ほとんどもう枯れちゃいますので、そういうのは切り戻して、冬支度というか、春の準備をしておくと、そういう作業になろうかと思います。よし。うんうん。つるが、もう完全にこうね、水分抜けて枯れてるところあるので、ここは切っといていいんですけど、全部切ってもまた出てくるんですけど、とりあえず長めに残して手入れしときます。絡んじゃうので。色がね、全然違いますよね。枯れてるなと思っても、なんか切ってみると、なんか緑だったりとかするので、あんまりこのつるものの枝は信用できないですね。伸びてきてから切っても OK です。水切っとけばよかったんですけど、ちょっとね、湿ってるから、土がついてきてやりにくいとは思うんですが、抜きます。まだ抜けないね。はい。うん。なんか、豊作っぽいですね。貫通してるから、この根っこは切ります。で、はい。このくらいの根っこだったら寝伏せできますね。細いもじゃもじゃは寝伏せとかできないですけど、ちょっと最初抜いたとき、そんなに根っこ取れないかもと思ったけど、やっぱありますね。中の方に発達した太いもの、塊が。こういうものが結構いい気になってくれるから、これいいですね。なんか繋がってて、この部分、この根っこ、切れますね。ちょっとほぐしながら。これいいですね。ここが長い太い根っこが伸びてます。で、元の方にも細かい根っこが、これは長いんですけど、この元の方にも細かい根っこがありますので、切ることできると思います。もしかしたらこことつながってるどっかが腫れちゃうってことはあるかもしれないんですけど、できれば、ちょっと細かい根の分岐があるところを見て、根がもろとも枯れないようにするには、こういう根の分岐、ここに分岐がありますので、こういうところを残して、とりあえず切ると。うん。そしたらこれもまたね、生けることできるので、ちょっと根の分岐見ながらカットします。1個、両方切って、この細かいなこうして、はい、はい。ということで、根は結構収穫できましたけど、本体の方にもしっかり根残ってますので、これはこれで大事に培養していきたい。ね。うん。やっぱ青つづらふで少し深めの鉢がね、鶴の姿の兼ね合いとか、ちょっとこういう性質ですとか、そういうの考えても、あんまり浅い鉢使えません。少し深めの鉢使わないと弱ってしまうので、とりあえずこの培養鉢に移すことにします。ポイントは少し高植えにして根を出すということでしょうか。うん、いいっすね。絡んでるところは、ネットの方に、うん、よし。こういう根っこが、多分こっちが上だと思うんですけど、上と下だけはちょっと確認しといて、ここだけ出して、ちょこっと出して、
結局土の中からこういうのが出てくると思うんですけど、ちょっとずつまた根を出して幹にしていくっていうので作る。でももうすでにどっちが上かわかんないんですけど、ちょっとこの切り口をちょっと出して埋めといて、芽が多分また土の中から出てくるんですけど、そしたらまた少しずつ出して、こんな感じで作る。こういう根っこも使えそうですね。これは微妙。ここまで細いとちょっと厳しいけど、これは太くてね、いい感じになりますね。うん。こっちはどうせ幹にするやろうっていうやつだったら、細かいもじゃげは取っちゃいます。細かい根っこを取ると、少し幹が見えてきましたね。こういう根っこ、将来的にはここが幹になりますけど、こういうのちょっと。でも、一応休めとくか。どうなるかわからんから。出るかもしれんけどね。ということで、大きな木から、このちょっと太めの根っこが一つ。と、これもなんか面白くなるかな。よくわからんねが二つ。こういう根っこなんかが、1、2、3、4、5個取れました。こういうのですね。どうなるんだろうね。これ、ちょっとわかんないけど、あ明らかに地上部にさらけ出ちゃうのは切っといて、この辺まで埋めます。あとはどうなるかわからん。これも、この辺ぐらいから、ぐらいから、抜きで、スリット鉢に入れておきます。この土と、寝伏せして2、3年ぐらいで花にもつき始めるので、比較的早く見ることできるかなと思います。